こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。今回はスカイリムのレベル1縛りに挑戦してみます。レベル1縛りでは武器や魔法による攻撃はできませんし、買い物やロックピックといった様々な行動が制限されます。この条件でも召喚の杖や巻物を使うことで簡単にクリアすることもできるのですが、せっかくなので AE の導入によって初めて可能になった新チャート、毒リンゴチャートによるレベル1縛りに挑戦していきます。種族は魔法耐性が高いブレトンで、名前は永遠の初心者なのでビギナーにします。それではヘルゲンを脱出します。レイロフルートで砦内に逃げ込んだら、最初に戦闘になる帝国軍兵士を殴り倒して、死体から帝国軍の鎧1セットを入手しておきます。後の敵は無視して駆け抜けますが、拷問室に落ちてる鉄の盾は拾っておきます。盾は装備するだけならスキル経験値が入らないので、レベル1縛りでも防御力を上げる手段として有効です。ヘルゲンを脱出したら、ホワイトランから馬車でウィンドヘルムまで移動して、そこから南西に進んで、マーラの目の池に向かいます。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらいます。そうしたらすぐそばの孔子の間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そのまま孔子の間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。この兜にはアンデッドに対する魔法を強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分自身への魔法も強化できます。試しにこの状態で素人のフードをかぶってみると、血虫の兜によってマジカの上昇量が強化されました。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これは通常プレイでは令和のスカイリムの新常識としてすっかりおなじみのテクニックですね。クエストが完了したら、黒痕跡を一つ回収してから外に出ます。それでは今回のチャートで最も重要となる毒リンゴを取りに行きます。まずは馬車でドーンスターまで移動して、入り口近くで待機を繰り返します。そのうちカジートキャラバンが到着するので、アハカリの店売り品を確認します。目当てのものがなかったらセーブしてから殴って敵対して、その後ロードすれば品揃えが一新されるので、目当てのものが出るまでひたすらアハカリを殴り続けます。そうして何度か殴りリロードを繰り返したら、そのうちチョークベリーが店に並びます。ただしこのまま買うと経験値が入ってしまうので、アイアンブレイカー鉱山の入り口まで移動して、付近の岩が密集してるあたりを調べます。すると何もない場所に宝箱と表示されるので、これを開けると、絶対にそこら辺に落ちててはいけない量の装備や素材などが入っています。実はこの宝箱はアハカリの店売り品とリンクしています。なので先ほど店に並んでたチョークベリーも、当然入ってるというわけです。あとはこれを回収すれば、スキル経験値なしでチョークベリーを入手できます。ついでに移動費に使うゴールドと、運よく冒険者のバックパックが入ってたのでこれももらっていきます。あとは街中の適当な樽からリンゴを入手して、料理鍋で料理すれば、毒が入ったリンゴを作成できます。これは4ポイントのダメージを60秒間与えるかなり強力な毒なのですが、一番気に入ってるのは、あくまで料理なので錬金術スキルに経験値が入らないことです。次はこれを量産しなくてはならないのですが、アハカリに殴りリロードを繰り返して集めるのはかなり大変なので、適当な従者を雇って、ウィンドヘルムの門の前まで連れてきます。足元に毒リンゴを落としたら、指示を出して拾わせて、門の外に出てから中に戻ります。すると、なぜか拾わせたはずの毒リンゴがまた落ちてます。従者のインベントリにもしっかり入ってるので回収して、同じことを繰り返せば、いくらでも増やし続けることが可能です。というわけで地面に毒リンゴをばらまき続けて、680個ほど増やしておきました。クリアまでにいくつ必要になるのかわかりませんが、足りなくなったらまた増やせばいいのでとりあえずこの程度にしておきます。次は移動手段が欲しいのでウィンターホールド大学に入学して、アルケイナウムでソランの日記を読んで、リフテンの東で一角獣を捕まえます。そうしたら孔子の間から南東に進んで、精霊の石碑をセットしてから、足折洞窟へ向かいます。ここには麻痺の杖が固定で落ちてるので、ドラゴンスキンを発動して、魔法を無効化してから安全に拾います。本来毒のすり渡しでダメージを与えるには毒牙のパークが必要なのですが、毒リンゴの場合は例外
外的にパークなしでダメージを与えることが可能です。しかし普通にすり渡せば当然、スリスキルに経験値が入ってしまいます。そこで麻痺の杖の出番です。起き上がりモーション中の相手にはスリが確実に成功するという仕様があるのですが、この場合はスリスキルに経験値が入ることがありません。つまり麻痺の杖とセットで使えばレベル1縛りでも毒リンゴのすり渡しが可能になります。これでようやく攻撃手段ができたので、リフテン東のドーンガード砦を訪れて、目覚めのクエストを開始します。外に出る前に入り口東隣の塔を登って、屋上でタロスのアミュレットを拾っておきます。次はディムフォロー墓地を攻略することになるのですが、すり渡しがどうとか以前にダッシュで通り抜けることすら困難です。というわけで一度イバルステッドに向かって、彫刻石板を読みながら7000階段を登っていきます。見逃さないように注意しながら全ての彫刻石板を読むと、空の声というバフが追加されます。これを得たら今度こそディムフォロー墓地を攻略します。空の声は24時間動物から襲われなくなる効果なのですが、なぜか吸血鬼からも襲われることがなくなります。これなら安全に通り抜けられるので、セラーナが封印された広間までは簡単にたどり着けます。ただし吸血鬼のジュートは普通に襲いかかってくるので麻痺させて、起き上がりモーション中に毒リンゴを一つすり渡します。起き上がったら吸血鬼の誘惑で鎮静化させて、しばらく待ちます。難易度レジェンダリーでは毒リンゴ一つあたりのダメージは60となります。吸血鬼のジュートの体力は35なので一つすり渡すだけで倒せます。あとは吸血鬼だけなので安全にセラーナを解放できますね。と言いたいところなのですが、中央のボタンを押すとなぜか敵対して襲いかかってきます。というわけで彼らも麻痺させて、ロキルには5つ、下級吸血鬼には1つの毒リンゴをすり渡します。吸血鬼には本来毒は効かないはずですが、なぜかダメージが通っています。実は毒が入ったリンゴには毒耐性を無視するという特性があります。なので毒のすり渡しでは倒せないはずの吸血鬼も、毒リンゴなら倒せるというわけです。これで今度こそ安全にセラーナを解放できます。残りの敵は倒す必要がないので出口まで駆け抜けて、ボルキハル城で吸血鬼の王の力をもらいます。次はレッドウォーターの隠れ家を攻略することになるのですが、さすがに麻痺の杖と毒リンゴだけではどうにもなりません。というわけで別の攻撃手段を取りに行きます。モーサル南東のラビリンシアンに向かって、シャリドールの迷宮に入ります。するとすぐに地面から杖が生えてくるので、剣王の杖と恐怖の杖を入手します。ちなみに同じく床から生えてくるファイアボルトの杖ですが、炎系の杖は破壊スキルに経験値が入ることがあるようなので取らないでおきます。次は万人の間から東に進んで、シルバードリフトの隠れ家に向かいます。入り口前の山賊は馬をおとりにして殴り倒して、ドラウグルは剣王の杖で逃走させながら奥に進みます。広間にいるドラウグルウォーカーは剣王の杖が効かないのですぐに足元の小部屋に入って、急いで仕掛けを解いて通路に逃げ込みます。奥の部屋の宝箱には鍵がかかってますが、隣の部屋のドラウグルの死体に鍵が入ってます。これを使って先ほどの宝箱を開ければ、アイスブレード一族に代々伝わる剣が手に入ります。この剣は本来リフテンで発生するノクターナルの灰色頭巾を進めて入手するものなのですが、場所さえ知っていればクエスト開始前でも入手可能です。この剣は攻撃力が0というどうしようもない性能をしているのですが、言い換えるとそれは、どれだけ切りつけても経験値が入らないということでもあります。そして毒リンゴはいかにもすり渡してくださいという見た目をしてますが、普通に武器に塗ることも可能です。これで切りつければ、スリができない相手にも毒を盛れるようになります。準備が整ったのでレッドウォーターの隠れ家を攻略します。まずは付き添いを恐怖の杖で逃走させて、鉄格子を開けてもらって先へ進みます。吸血鬼のジュートは全て恐怖の杖で逃走させたいところですが、それだと不死が持たないので魔術師タイプはドラゴンスキンで無力化して、物理タイプだけ逃走させながら進みます。これで不死は使い切ってしまいますが、ボス部屋前の広間まではたどり着けます。ここには吸血鬼のジュートとスケルトンが1体ずついるので、ジュートは麻痺の杖、スケルトンは剣王の杖で無力化させて、アイスブレードの剣で毒リンゴを塗りつけます。この2体を倒して広間の安全を確保したら、ボス部屋の鍵をベナルスブルピンという吸血鬼が持ってるので、起き上がりモーション中にすり取ります。ボスとの戦闘が始まったら、すぐに広間に引き返して、元々いた吸血鬼に攻撃を押し付けます。吸血鬼同士の戦闘は時間がかかるので自分でも背後から毒リンゴを塗りつけて、2体のボスを倒したら、
ガランマル氏に報告します。ただし会話が終わりそうになったらキャンセルして、クイックセーブしておきます。ブラッドストーンの聖杯が完了したら、何か手伝えることはを選んでランダムクエストを受注します。血の魔法の指輪のクエストが発生したら、獣の指輪の配置場所を確認して、回収が難しそうだったらリセットします。するとランダムクエストの内容が変化するので、これを何度か繰り返して、獣の指輪が屋外に配置されるパターンを引き当てます。巨人の野営地を引き当てた場合は巨人を倒さなければなりませんが、屋外であれば馬に乗りながら戦えるので、しばらく毒を蓄積してから逃げ回れば簡単に倒せます。あとは死体を調べて、獣の指輪を入手します。これを装備すれば体力が100も上昇するのでレベル1でもある程度は攻撃に耐えられるようになります。さらにこの指輪には重要な使い道があって、体力が少なくなったら獣の指輪を外してから付け直します。すると体力が一気に回復します。体力上昇装備は体力が減った状態で外しても死ぬことはありませんが、装備した際に上昇量分の体力が増加します。獣の指輪の体力上昇量は100なので、100以下のダメージであれば無限に回復できるようになったということです。これで目的は果たしたので次は吸血鬼を治療します。黒痕跡は攻守の間で拾ったものがあるので、あとはこれに魂を入れなくてはなりません。というわけでウィンドヘルムの港からソルスセイムに渡って、テルミスリーへ向かいます。テーブルの上にコンバクの巻物が落ちてるので、人目につかない場所まで運んで、懐にしまいます。あとは魂を捕らえるだけなのでリフテンにやってきました。ただし普通に入ろうとすると話術スキルが上がってしまうので、コンバクの巻物を適当な場所に隠してから、衛兵を殴って監獄に連れて行ってもらいます。あとはケーキを過ごせば、スキル経験値の獲得なしでリフテンに入れます。それではコンバクの巻物を回収して、適当な人間の魂を捕らえます。モーサルでファリオンに黒痕跡を渡して、血虫の兜をかぶった状態で吸血鬼を治療します。本来ならこれで血虫の兜による強化は受けられなくなるはずですが、試しに冒険者のバックパックを付け直してみます。すると、吸血鬼は治ったはずなのに血虫の兜による強化を受けられてます。これがこのキャラを序盤でアンデッドに固定した効果です。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるわけですから、レベル1縛りでもこれから常識になっていくのは間違いないですね。さらにブレトンには 25% の魔法耐性があるわけですが、種族ボーナスは種族が変化する瞬間に血虫の兜を装備してると強化されるので、現在の魔法耐性は 31% まで上昇してます。さらに魔法耐性を上げたいので、マーラ聖堂で愛の書のクエストを開始して、スカイリムの各地で恋人たちの手助けをしたら、血虫の兜をかぶった状態で報告して、マーラの使徒のボーナスを得ます。次は太閤の石碑に向かって、これも血虫の兜をかぶった状態でセットします。これで現在の魔法耐性は 81% にまで達しました。防御力上昇効果も血虫の兜で強化されるので、何も装備しなくても62の防御力を得られてます。ここからはさらに防御力を上げるための装備を集めます。まずは酔いどれハンツマンで勇者の戦いのクエストを開始します。ロール上でアドベンタスカエセニウスを説得することになるのですが、ヘルゲンで拾った帝国軍の鎧を装備すれば、説得なしでクエストを進められます。あとはもらった鍵で武器庫の宝箱を開ければ、帝国軍のドラゴンの盾が手に入ります。これを装備すれば、太閤の石碑と合わせて101まで防御力が上昇します。次はイバルステッドから南の山を登って、不老鬼の小屋へ向かいます。ここではヘルゲンで両親を失ったハミングとそれを引き取った不老鬼の2人がつつましくも穏やかに暮らしてます。というわけで不老鬼を麻痺させて、起き上がりモーション中に毒リンゴを3つすり渡します。不老鬼の体力は140なのでこれで倒せるはずですが、プロテクト属性持ちの NPC は倒せないようなので拳でとどめを刺します。その後死体を調べれば、カイネの気象が手に入ります。これは動物からのダメージを 10% 減少する効果と書いてありますが、実際には全てのクリーチャーからのダメージを 10% 軽減できます。これでクリーチャー限定ですがスキル経験値なしでさらにダメージを軽減できるようになりました。
それではいよいよメインクエストの攻略を開始します。まずはブリークフォール墓地ですが、集めた装備やボーナスの甲斐あって巣の山賊なら問題になりません。せっかくなので罠の手前にいる山賊にも挑んでみます。ここの山賊は通常より高ランクになるので巣の山賊よりは苦戦しますが、体力が減ってきたら、獣の指輪の付け直しで回復します。この山賊からは100以上のダメージを受けることがないので、こまめに回復しながら戦えば安定して倒せます。この戦術は複数の敵を相手にするのには向いてないのですが、ドラウグルをアイスブレードの剣で切りつけると、たまに逃走していくことがあります。実はアイスブレードの剣にはレベル1のアンデッドを退散させるというしょうもない効果があります。あまりにしょうもなさすぎて存在自体忘れていたのですが、レベル1のアンデッドと戦う機会が多いレベル1縛りではかなり役に立ちます。ここにはドラウグルウォーカーも出現するのですが、単体であれば獣の指輪の付け直しで対処可能です。それでは最王で言葉の壁に接近して、ドラウグルオーバーロードとの戦闘です。棺から起き上がるモーション中に毒リンゴを塗りたくって、武器を抜いたら攻撃を受けない距離まで離れて、あとは全身にリンゴが回るのを待つだけです。次はミルムルニルとの戦闘です。ここには衛兵やイリレスがいるので眺めてるだけでも勝てるのですが、それだとつまらないので積極的にリンゴを塗りに行きます。魔法耐性はほぼカンストしてるのでブレスでは大したダメージは受けませんし、装備を集めたおかげで噛みつきも85ダメージに抑えられてます。100以下のダメージであれば獣の指輪の付け直しで回復できるので、攻撃を受けるたびにしっかりと回復していけば、ドラゴンであっても問題なく倒せます。ハイフロスガーでいくつかのシャウトを教わったら、モーサルから南の山を登って、エルダーズブラッドピークへ向かいます。言葉の壁から武装解除のシャウトを習得して、付近のドラゴンを倒して、武装解除の一言目を解放してから、ウステングラブへ向かいます。中に入ると資料術師たちが何やら会話していて、しばらく待っていれば洞窟の奥の方へ向かっていきます。進んだ先では資料術師とドラウグルの集団が戦闘してるので、決着がつくまで隠れて見守ります。大抵はドラウグル側が勝利するので、手前の資料術師も送り込んだ方がその後の殲滅が楽になります。ここにはドラウグルウォーカーも複数出現するのですが、武装解除で武器を落とせば、ほとんど無力化できるので安全にリンゴを塗りつけられます。そうして最王のメモを読んだら、デルフィンから話を聞いて、カイネスグローブでサーロクニルと戦闘になります。地面から出てくるモーション中は攻撃し放題なので、空に飛ばれる前にできるだけリンゴを塗りつけておいて、あとは遠巻きから見守ります。次はサルモール大使館に乗り込むことになるのですが、人間の敵は大抵予備の武器を持ってるので武装解除があまり有効ではありません。というわけで再びシャリドールの迷宮を訪れて、迷宮の脇を通り抜けて、言葉の壁から不安のシャウトを習得します。これはレベル7以下の生物を30秒逃走させる割としょうもない効果なのですが、血虫の兜をかぶった状態でタロスの祝福を得て、タロスのアミュレットを装備すれば、クールタイムが20秒まで縮まります。効果時間よりもクールタイムの方が短くなるので、敵のレベルも低くなるレベル1縛りではなかなか使えるシャウトとなってます。それではサルモール大使館の攻略を開始します。サルモール兵士はレベル4しかないので不安で逃走させて、その隙に毒リンゴを塗りたくっていきます。一度に全ての敵を巻き込めるわけではないのでクールタイム中にどうしても攻撃を受けてしまいますが、一時的に敵の数を減らせるだけでもだいぶ戦いやすくなります。というわけで不安を駆使することで無事にサルモール大使館を脱出できました。次はエツバーンを探してラットウェイを通り抜けます。入り口近くのヒューノンには不安が効かないので、無視して進んでしまおうかと考えたのですが、ラットウェイウォーレンズまで進んでも追いかけてくるほど執念深いので倒さないわけにはいかないようです。というわけで作戦変更して武装解除を使用します。落とした武器をすぐに拾えば、素手攻撃しかしなくなるので安全に戦えます。奥に武器が落ちてるらしくてドラーフが拾いに行ってしまいましたが、ドラーフはレベルが低いので不安が有効です。そしてドラーフが武器を拾ったおかげでヒューノンは何も拾えなかったようなので、そのまま倒すことができました。あとは不安が有効な敵しかいないので、問題なくエツバーンの元までたどり着けます。カーススパイアの外の敵はさすがに面倒なのでスルーして、中の敵はデルフィンとエツバーンがいれば簡単に殲滅できます。そうしてアルドゥインの壁をクリアしたら、ハイフロスガーで晴天の空のシャウトを習得して、
吹雪を打ち消しながら山頂を目指していきます。ただしここに出現する氷の生き量は、獣の指輪でも回復が追いつかないくらいの強打を叩き込んできます。しかし晴天の空は屋外であればよろめき効果があるので、よろめかせた直後であれば安全にリンゴを塗りつけられます。晴天の空はクールタイムが短くて連発可能なので、タイミングさえ間違わなければ攻撃を食らわずに倒せます。世界の喉でパーサーナックスから話を聞いたら、次は清掃の書を求めてアルフタンドを攻略することになるのですが、ここには絡めての効かないドワーフオートマトンや、毒の追加効果が厄介なファルメルが多数出現します。まともに攻略するのは困難なのでウステングラブに戻ってきて、採用の台座を調べます。するとなぜかドラゴンソウルを吸収できます。これを使って霊体化の一言目を解放したら、今度こそアルフタンドを攻略します。霊体化一言目の効果時間は8秒ですが、クールタイムはタロスの祝福とアミュレットで10秒まで縮まってます。効果が切れてから2秒後に再発動できるので、連発すればかなり安静にダンジョンを通り抜けられます。ブラックリーチも同様に霊体化で通り抜けて、清掃の書を入手します。世界の喉でこれを読んで、ドラゴンレンドのシャウトを習得したら、いよいよアルドゥインとの戦闘です。ドラゴンレンドで地上に引きずり下ろしたら、ブレス対策でドラゴンスキンを発動してから、アイスブレードの剣で毒リンゴを塗りつけていきます。魔法耐性は固めてるのでブレスのダメージはかなり軽減できてますが、肝心の物理攻撃はというと、95ダメージに抑えられてます。100以下のダメージであれば獣の指輪で回復可能です。獣の指輪による回復とリンゴの塗り直し、さらにドラゴンレンドも維持しなくてはならないのでなかなか大変ですが、これまでの準備の甲斐もあってじりじりと体力を削っていけます。ただしアルドゥインがシャウトで隕石を呼び出したら、距離を取ってドラゴンレンドの維持に専念します。すでに致死量のリンゴを飛ぶ済みなのでそのまま見守っていれば、アルドゥイン1戦目撃破です。その後は面倒な講和会議を終えて、オダハビーイングを捉えて、スクルダフンに乗り込みます。屋外の敵は霊体化でスルーして、遺跡内では仕掛けを解く必要があるので倒しながら進んでいきます。ボスとして出現するドラウグルオーバーロードにも武装解除が有効です。盾持ちのドラウグルは武器を落とすと素で攻撃すらできなくなるようなので、武装解除を当てるとたまにシャウトするだけのデクノボを溶かします。最上部で待ち構えるナークリーンはスルーすることも可能なのですが、せっかくなので倒していきます。階段を登ったらすぐに旋風の疾走で距離を詰めて、杖を拾われる前に急いで毒リンゴを塗りつけていきます。ナークリーンは杖を拾うまでは行動しないので進路を妨害して攻撃回数を稼いで、毒リンゴを13回塗りつけたら急いで壁の裏に避難します。ナークリーンはなぜか体力が745まで減った状態で出現します。毒リンゴ1つあたりのダメージが60なので、13回塗りつければ倒せるというわけです。それではソブンガルデに突入します。ここでは内戦で命を落とした兵士たちの話を聞くことができます。戦争の悲惨さと打倒アルドゥインへの意志を確かめてから先へ進みましょう。ツンの試練は杖で麻痺させて、起き上がるまで毒リンゴを塗りつけて、離れた場所でリンゴが回るのを待てばいいだけです。勇気の間で英雄たちと話したら、晴天の空で霧を晴らして、いよいよアルドゥイン2戦目の開始です。と言ってもステータスは1戦目とほとんど変わらないゆえに、不死属性の味方が3人もいるのでほとんどやられる心配はありません。というわけで特に苦戦することなく体力を削りきれます。ただ毒リンゴやアイスブレードの剣ではとどめを刺せないので、どこで拾ったかわからない適当な毒を塗って、アイスブレードの剣で塗りつけて倒します。これでレベル1縛り毒リンゴチャート完遂となります。毒リンゴをメインの攻撃手段に据えるのはもちろんですが、防御力を上げて攻撃に耐えながら戦うという点でも珍しい戦い方ができたと思います。ちなみに攻略に使用した毒リンゴは588個でした。毒リンゴを活躍させたくて雑魚もなるべく倒しながら進んでたので、クリアだけならもっと少なくて済むと思います。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。